はいどうも、ピーバです。当チャンネルを見ている方はアクアリウムをやられている方多いと思います。アクアリウムをする中でいろんなアクアリウム用品購入されると思うんですけど、皆さんこれは買ってよかったっていう商品はありますでしょうか？実は昨年末に2021年アクアリウム用品ベストバイというアンケートを取らせていただきました。2021年の中でこれは買ってよかったっていうアクアリウム用品を一つ答えてもらうアンケートだったんですけど、なんと総勢195名の方にご回答いただきました。ありがとうございます。回答いただいた中には、これは納得だよねっていう商品とか、これは知らなかったっていう商品もあって、見てるだけでも結構楽しいアンケートになっていました。今回はそのアンケートの中から票数の多かったものとか、なんか面白そうだなっていうものを紹介していきたいと思います。ただアクアリウム用品星の数ほどあるので、やっぱり票が結構ばらけちゃいました。なので内容的に同じような商品についてはある程度まとめて調整をさせてもらっています。また今回のアンケートから人気のメーカーなんかもぼんやり見えてきたので、そちらも合わせて紹介をしていきます。それではまずは票を多く集めた商品を紹介します。多くの人が買ってよかったって思った商品なので、購入悩んでる人の背中を押すんじゃないかなと思います。まずは一番票を集めた商品7票獲得、ハルデザインさんの CO2 ジェネレーター D701S と D601S 合算して7票獲得です。これはもう皆さんご存知の方多いかもしれない、水草水槽に CO2 を添加する化学式 CO2 のフルセットです。通称シルボン。このシルバーなボンベが特徴のアクアリウム用品です。これは正直納得の第1位っていう感じですね。1位といっても7票しかないんですけど、それだけばらけてるっていうことでご了承ください。これはやっぱり見た目もね、すっきりしてかっこいいし、水草水槽に CO2 添加するっていう機能性も申し分ないので、これは悩んでる人はね、買った方がいいですね。商品リンクについては動画説明欄に URL を掲載しています。ハルデザインさんの CO2 ジェネレーター、こちらが7票獲得でした。そして6票獲得したのが、これねちょっと意外でしたけど人気の高さが伺えるこの商品、チヒロスの WRGB2。 これはサイズ別に分かれてたんですけど、全部まとめて6票獲得しています。これは RGB というタイプの LED ライト。最近は RGB ライトの代名詞と言ってもいいかもしれない、それぐらい有名になった LED ライトですね。これ人気高いですね。 LED ライトはアクアリウム用品の中でも結構お値段が高い部類になるんですけど、 RGB ライトは特に高額な商品です。なので購入するの結構勇気がいるんですけど、買ってよかった人が多い商品、これなら買っても後悔はしないんじゃないかなと思います。ただなんか仕様変更がこっそり行われたとかいうお話もちらっと伺ったので、購入する前によく調べた方がいいかもしれないですね。 RGB ライトは本当に水草水槽をきれいに見せてくれるので、アクアリウムやるなら LED ライトはしっかりと良いものを使うことをお勧めします。買ってよかったアクアリウム用品6票獲得したのはチヒロスの RGB ライトでした。そしてここから5票獲得したアクアリウム用品を紹介するんですけど、同率で4つアクアリウム用品があります。まず1つ目がアクロトライアングルグロー。これもサイズ分かれてたんですけど、ひとまとめにしています。アクロトライアングルグローというと、通称おにぎりという名前で呼ばれている LED ライト。これはもう LED ライト何買おうかなと思った時には必ず出てくるような定番商品ですね。この独特な三角形の形状をした LED ライトなんですが、水草水槽で使う時とかは水草もよく育つし、ライトも結構安いので手を出しやすい LED ライトかなと思います。これは納得の買ってよかったアクアリウム用品かと思います。そして同じく5票を獲得したのがウォーターエンジニアリングさんのキャビティ。これは何かというとろ材ですね。外部フィルターだったり外掛けフィルターだったり、そういったろ過装置の中に入れるろ材です。これがちょっと変わった形をしたろ材で、なんて言うんでしょうね、なんとも形容しがたい形のろ材。表面積が多くって、ここにバクテリアが定着しやすい。そして通水性能も高そう。これは結構 YouTuber の方とかもご紹介されてて評価の高い商品ですね。今回アンケート回答195票いただいたんですけど、あんまりろ材って入ってなかったんですよね。その中でも5名の方
この露材良かったって言ってるので、露材選びの候補にこの商品良いかもしれません。そして同じく5票を集めた商品が寿さんのミニフィットフィルター MF 超小型の外掛けフィルターなんですけど、これが買ってよかった商品に入ってきました。これは当チャンネルでも紹介動画作ったんですけど、小型の水槽に使える数少ない外掛けフィルターなので、小さな水槽を使われている方は結構おすすめだと思います。商品自体ものすごい小さなフィルターなので、ろ過能力としてはそこまで期待はできないかもしれないんですけど、正直小さい水槽の外掛けフィルターは選択肢がないので、これ一択になってくると思います。そして同じく5票を獲得した商品、水作プロフォースエクストラ、これもサイズ別だったんですけど、まとめて5票獲得となっています。これはアクアリウムを始める際には必ず用意しておきたいくらい定番のアクアリウム用品。これは皆さん買ってよかったと思ってる方多いと思います。なんか定番すぎて忘れちゃってるんじゃないかなっていう感じ。もしくは今回のアンケートが2021年に購入したものを限定にしているので、それ以前から買ってる人もたくさんいると思うので、プロフォースエクストラは間違いなく買ってよかった商品上位に入っていると思います。これからアクアリウムを始める方は一つ持っておくと快適なアクアリウムライフが送れます。そして4票獲得したのがジェックスのグラスアクアリウムティア雫型のガラス容器。ボトルアクアリウムとかで使われている方多いと思います。グラスアクアリウムのこのシリーズは結構種類があるんですけど、今回はティア単体で4票獲得しています。最近小型水槽を始める方多いと思うんですけど、この形とても可愛いので僕も結構おすすめです。水容量は4リットル入るので、小型魚 4,5 匹買うのにはちょうどいいサイズかなと思います。インテリア性も高いので、小型水槽でどんな水槽の形買おうかなと悩んでいる方は候補に入れてみてはいかがでしょうか。こういった曲面ガラスの製品は苔掃除がしづらかったり、魚の観察とかが若干歪んでしまうので、そういったデメリットもあるんですけど、見た目の可愛さとか優先される方にはおすすめできます。続いて今回のアンケートで得票数の多かったメーカーをご紹介します。これは単純に得票数が多かったものを紹介するんですけど、販売する商品数が多かったら相対的に得票数も上がりそうなので、一概に支持されたメーカーっていうわけではなさそうですね。とりあえず何かの指標になりそうなので、票数の多かった順にご紹介をしていきます。一番得票数の多かったのは34票、ジェックスさんですね。さすがのジェックスさん。新商品の発売数も多いし、認知度は抜群ですね。そして大きく差が開けられて15票。こちらは3社ありまして、ADA、寿、水作、急に呼び捨て、ADA さん、寿さん、水作さん。この3社が15票ずつ獲得をしています。そして10票を集めたのが春デザインさんです。10票のうち7票が CO2 ジェネレーターですね。そして8票を集めたのがチヒロス。7票を集めたのがアクロ、それとウォーターエンジニアリングさん。こんな感じになっていて、ジェックスさんの34票っていうのは圧倒的に多いですね。2021年に発売した商品数もおそらく一番なんじゃないでしょうか。これからもジェックスさんは新商品バンバン出されていくと思うので、アクアリウム業界引っ張っていってもらいたいですね。春の新商品も楽しみです。もちろん他のアクアリウムメーカーさんも素晴らしい商品出してくると思うので、そちらもチェックしていきたいと思います。ちなみにビバアクア的2021年買ってよかったアクアリウム用品は前回の動画でご紹介してたと思うので、気になる方はそちらをご覧ください。そして今回皆様からいただいたアンケートの中で、これ気になるなっていう商品が安永 AP40 っていうでかいエアポンプ。結構買ったら満足度高いかなと思いました。特に小型水槽をたくさん管理されてる方、エアポンプって1台2000円とかするので、小型水槽たくさんにエアレーションする場合はそれなりのエアポンプの数、そしてそれに見合ったコンセントの数が必要になってくると思うんですけど、このでかいエアポンプ一つ買って分岐させた方がコンセントの節約にもなるし、配線もスッキリしますよね。あと商品レビュー読んでみると音も静かでなかなか評価が高いんですよね。僕ももしかしたら今使ってる小型のエアポンプやめて、こちらの大きなエアポンプ1台で管理していくかもしれません。何気に小型水槽増えてるので、配線はスッキリ、コンセントの数も減らしたい。そんな欲求を叶えてくれそうな気になる商品です。
そして今回アンケート答えてくれた方向けのプレゼント抽選ライブなんですが、近日中にライブ配信で行いたいと思います。日時まだ決まってないので、もしよければチャンネル登録をしてお待ちください。そしてそのライブをご覧いただいている方向けのプレゼント企画なんかも用意したいと思っています。あんまり大したものは用意できないと思うんですけど、もしよければライブご参加お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。